Baby it's you 無限へと散らばれ始まりの合図にしえがし세계 널 무너뜨리고 소리치면 돼 내게 no more drama Got me starting in my house by the lens 見つけたよ心が Yes you like my home my home Yuta at home 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて皆さんボーグジャパンの香水の、動画は、ご覧いただいたでしょうか。まあねこの話いただいた時すごくね嬉しくて、撮影もこう余裕があり、なおかつこう男らしくて夏の爽やかな匂いの中にもこうラグジュアリー感のあるこのトム・フォードのね香水の雰囲気と、そして撮影の現場とですね僕ユータの雰囲気もすごくマッチしていい絵が撮れたんじゃないかなと思っていますので、まだねご覧になってない方は見てほしいですし、そしてですねこの香水にね夏にすごいぴったりの香りなので興味があればねぜひ、使ってみてほしいなと思います。そしてねもう一つ実はすごい嬉しいことがあって、ラルク・アンシェルさんの30周年インタビューを僕受けさせてもらいました。本当にありがとうございます。なんかこうインタビューしてるっていう感じじゃなくて楽しく会話させてもらったっていう感じであっという間に時間が過ぎたインタビューでしたね。でマネージャーさんがねラルク・アンシェルさんの公式のねツイッターにユータの名前が載ってるよっていうのを教えてくれたんですけど嬉しかったですね。本当になんかいつかこう直接お会いできることを楽しみにしながらこれからも、ラルク・アンシェルさん、応援していこうと思います。30周年本当におめでとうございます。それでは今週の1曲目を皆さんにお届けしようと思います。 NCT127 でラブソング。This program is brought to you by Sumato News NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間は僕 NCT127 ユータのワンポイントお知らせコーナーです。僕がおすすめする NCT の曲題して今月の NCT を発表します。7月のテーマは NCT のサマーソングです。まずは NCT ドリームでノアナビューティフルタイム。この曲はですね夏のビーチで海を見ながら聴くとすごくいい曲だと思うので皆さんもね海に行くタイミングがあれば一度聴いてみてください。続いては NCT127 でサマー127。この曲はですね夏のドライブにすごくぴったりな曲なので、海に行く道中だったりに聴いてほしい曲ですね。そして最後は NCTU でダンシングインザレイン。これはですね海に行って、帰りの道中に聴いてほしい曲になっています。以上 NCT のサマーソングでした。ぜひ番組が終わったらチェックしてみてください。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお楽しみください。 NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。以前番組で夜食に食べても安心な低カロリー高タンパクなレシピを教えてほしいと、皆さんにねお話ししたんですけど、本当にたくさんメッセージをいただきました。本当にありがとうございます。ラジオネーム夏が好きさん。ゆうたくん、毎週楽しいラジオ放送ありがとうございます。私は管理栄養士として働いています。ぜひ低カロリー高タンパクのレシピを紹介させてください。簡単です。30秒でできます。ズバリ豆腐にキムチを乗せてごま油をかけるだけ。めっちゃ簡単。豆腐にキムチを乗せてごま油をかけるだけ。キムチは加熱しない方が乳酸菌やビタミンが取れますし、夜に食べると寝ている間に腸内環境も整えてくれます。暑くなるこれからの季節にもぴったりなのかなと思いました。ネギ、海苔、アボカドを乗せてアレンジするのも、楽しいですよということですね。
夏バテに気をつけて楽しい夏を過ごしてください。本当にありがとうございます。実はね、低カロリー高タンパクのさレシピください、教えてくださいって言ったじゃん。でも教えてくれても俺できるかなっていうのはちょっと頭の片隅にあったわけですよ。でもこれだったらすぐできるよね。だって豆腐買ってキムチ買ってごま油買って切ってかけるだけでしょ。すごい簡単だと思う。しかも俺結構腸とか胃がすごくすぐ荒れるタイプの人間なんですよね。だから美味しくてヘルシーでなおかつ手間がかからず腸内環境を整えてくれるっていうのはすごくいい料理だなと思いますので、僕もねぜひ今日やってみようかな。本当にありがとうございます。夏が好きさん、僕も一度食べてみたいと思います。もう一人いますね。ラジオネームミミさん。ゆうたくんただいま、おかえり。ゆうたくんにヘルシーかつ高タンパクな夜食を教えます。皮を剥いた小さめの玉ねぎをラップでくるみます。それをお茶碗に入れてレンジで2分。柔らかくなった玉ねぎにめんつゆをかけるだけ。これがびっくりするぐらい美味しいんです。だってめっちゃ美味しそうで、玉ねぎがホクホク甘くなって、それにめんつゆの出汁の旨味が絡まって幸せな味です。たまにポン酢にしても味がガラッと変わって夏にもぴったり、超ヘルシーだしサイズが夜食にちょうどいいです。ぜひ試してみてください。これまた簡単そうですね。本当に僕すごい玉ねぎ大好きなんですよ。野菜食べないって言ってるじゃないですか。でも玉ねぎは僕すっごい好んで食べるんですよ。で逆にさ、これめんつゆときたでしょ。ほんでポン酢でしょ。焼肉のタレとかもありなのかな。すぐ低カロリーって言ってるのに高カロリーに走っちゃうとこね、癖があるんですけど、焼肉のタレ美味しそうだな。まあとりあえずめんつゆとポン酢やって、飽きたら焼肉のタレ行ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。これもね僕が時間ある時試してみようかなと思います。他にもねすごいたくさんレシピをいただいてました。本当に皆さんありがとうございます。どれもね美味しそうで簡単にできるものばかりなので、僕が早速試してみたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。今ねちなみにみんなにヘルシーなレシピを教えてもらったんですけど、皆さんはね逆にね食べるものじゃなくて体を動かすためにね、健康のためにやっていること、続けていることっていうのはありますかね。運動っていう方もね多分多いと思うんですけど、7月23日はスポーツの日ですよね。でここ最近のスポーツに関する調査によると、大人で週1以上スポーツを実施している人は6割。俺ねこれ見て逆に6割の方がこうやって健康に気を使って週1回でも運動をされてる方がいるんだっていうことの方がちょっと驚きましたね。でやっぱりねウォーキングがトップですね。で男性は自転車やゴルフ、釣りで、女性はエアロビクスだったりヨガ、そしてダンスっていうのが最近は多くなっているみたいですね。僕は将来ねやってみたいなと思うスポーツはロッククライミングとそのサーフィンをやってみたいですね。で本当にやったこともなければもうそういう動画もねあんまり見たことがない僕なんですけど、やったらなんかできそうっていうね根拠のない自信があるので、またね今のねこういうコロナが終わってみんなと一緒に海だったり山に行ける機会がね多くなれば、一度挑戦してみたいなとは思ってます。ちなみにですね、習い事にはねいろいろ変化があるようで、僕たちのさ時代っていうのは結構さほら野球だったりバスケットボールだったりサッカーだったりっていうのが結構主流だったじゃない。でも今はやっぱね水泳だったり音楽教室ね、で英会話、他にもダンスだったり、プログラミングスクールなどなどが結構ね入ってきているそうです。習い事って子供自身がねやりたいと思ってやる場合と、親御さんが習わせたいなっていう場合の2パターンがねあると思うんですけど、僕の場合はですねその前者でサッカーを初めてやった時があったんですよね。なんでやったんだろうね、あれ幼稚園でみんなでやってたんですよね、幼稚園の時に。で自分が一番うまかったんですよね。一番うまいからやるのも楽しければ、で周りのねみんなに
いい顔できるじゃない。幼稚園の僕もそんなことを考えてたんですけど、それでまあやってたんですよね。でまあ実はねこれね、これも言ってないんですけど、幼稚園の時に初恋のね子がいたんですよ。で初恋の子がいて、その時にその子が多分サッカー好きだったはずだったんですね。でそれで俺もサッカーをやろうっていうすごいね、もう子供ならではの理由でサッカーを始めた記憶がありますね。で習い事って子供ねだけじゃなくて大人のね習い事もすごくめちゃくちゃいろいろなバリエーションがあるみたいです。カメラ教室だったり、ゴルフ、メイク教室、ワインスクール、ボルダリング、変わったものでは和太鼓で、メディテーション、瞑想ですね、などなど、ここに入ってきてる習い事でもちょっとやってみたいのいっぱいあるもんね。でね、一番ここでやってみたいなと思うのが瞑想ですね、メディテーション。僕も知らなかったんですけど、多分日本の方ってなかなかこう瞑想をやられてる方少ないと思うんですけど、僕ね、2年前かな、海外こうツアーで回らせてもらった時にたくさんのこの海外の方とコミュニケーション取ったりお仕事させてもらうじゃないですか。じゃあ割とこうメディテーションをしっかりやられてる方っていうのがたくさんいて、でそういう人たちの話を聞いてちょっとね興味を持ってた時期があったんですけど、やっぱこう人の心ってさ、すぐこうどっか行ったり流れたりさ、落ち着かないじゃん。だからそういうのをこうしっかりねこうガシッとコントロールしてくれる軸みたいなのをね一個持っといた方がいいじゃん。そういうツールとしてメディテーションって一回こうやってみたらどうなるのかなっていう、そういうなんか素朴な疑問ですよねがあるので、一度ねこの瞑想もしっかりやってみたいなと思ってますね。まあね、スポーツに関わらず習うっていうこと、そして学ぶということはですね、いくつになっても楽しいというか、やってそうないことなんじゃないかなと思います。ちなみにですね、ここでねこう質問があるんですよね。サッカーをやっててよかったと思うことと、今のね NCT127 の活動で生かされていることは何ですかっていうね質問があるんですけど、1個あるとしたら我慢強さだね。だってサッカーとか運動スポーツやってる人多分あるあるだと思うんですけど、何十キロも走らされたりするじゃん。だから例えばメンバーがここぐらいでしんどいって言ってる、例えばね 50% でしんどいって思ってることも俺はまだこういけちゃったりするわけね。でもねそれは今思えばね、その忍耐力っていうのも時としては毒になっちゃう時もあるからね、何なんだろうね。それでもねこう何か過去にやっていて生きてくるっていう場面は絶対あると思いますから、皆さんもなんかね今からでも学ぶ姿勢を大事にして、そしてチャレンジしてみてください。それではここで皆さんに一曲お届けしたいと思います。冒頭でもねお話しさせてもらったんですけど、ラルク・アンシェルさんが30周年ということでおめでとうございます。そしてですね、新曲をね、発表されてたので、この新曲もねすごくたくさん聴かせてもらいました。ちょっと夏の夜空をこうイメージできるような、すごいリラックスして聴けるような楽曲になっているので、皆さんに紹介したいと思います。それではラルク・アンシェルで未来。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、メッセージをたくさんいただいていますのでご紹介したいと思います。ラジオネームピーナッツさん。毎週ラジオの日は、開始時間には家にいられるように仕事を片付けて急いで帰宅し、AirPods をノイキャンモード、ノイズキャンセリングね、そうやって言うの、ノイキャンモードっていうのをノイズキャンセリングモードで聞いております。そんな私ですが、7月から転職することになり、小1から過ごしてきた岡山を離れて、ゆうたくんの故郷である大阪で働くことになりました。今も一人暮らしなのですが、近くに両親が住んでいる環境なので、大阪に行くと絶対にホームシックになるなと不安に感じております。ゆうたくんは韓国に住み始めた時やふと実家が恋しくなった時、どのように乗り越えていますか？また大阪で絶対やった方がいいことがあれば教えてください。新生活ゆうたくんのラジオを聞きながら頑張りますといただきましたね。ホームシックはありますよね。僕もねもうこっち来て9年目なんですけど、そのホームシックが来たり来なかったりするんですよね。この波があるんですね、やっぱり。
でホームシックでね、もう帰ってやろうかなって思って仕方ない時もあれば、もちろんねそれ大丈夫な時もあるし、それはなんでだろうっていうのを考えた時に、やっぱね一番は心がね健康じゃない時にそういうことをね多分思うんだろうけど、僕の場合韓国にいてふとしたね匂いだったり、風景だったり、例えば歌のなんかの歌詞を聞いた時、そういう場面でもやっぱね故郷のことをね思い出したりするんですよね。でその時に僕思ったのよ、ホームシックって別にダサくもなければ解決する必要もないじゃんって思ったのよね。だってもうその人にとって染みついてるわけじゃん。匂いだったり、その人の故郷のあったかさだったりとか、いろいろなことがあって故郷を思い出すわけじゃん。だからホームシックはもうなるもんだっていうね考えで、どっか自立するなら行った方がね気持ち的にも楽だと思いますね。一緒に頑張っていきましょう。でちなみにですね、大阪で行けばいいところ、心斎橋とかはねもう多分岡山に住んでる時から多分行かれてると思うので、僕が学生時代にねすごい行ってたCD 屋さんがあるんですね。でそこの CD 屋さんの人が僕たちね NCT127 のことをすごく特集してくれたり応援してくれたりっていうのを僕一つ手に聞いたり、お母さんからもね連絡が来て、今度帰ったら絶対に行って写真撮って帰ってきたいなって思ってたので、ぜひね大阪に行ったらねそこに行ってちょっと写真撮ってきてほしいななんて思ったりしてます。はい、じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームゆきさん、ゆうたくんただいま、今年2月末の放送で韓国の友達に何を送ればいいかという質問をしたゆうたびです。貴重なアドバイスありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ゆうたくんがその時におすすめしてくれたのがラーメン、プリン、ユンケルしたね。実際に友達に送ってみました。プリンは賞味期限の関係でプリン味のお菓子にしました。そして友達の反応ですが、どれも初めてのものだと言ってとても喜んでくれました。ゆうたくんのおかげです。ユンケルはメンバーがコンサートの前に飲む理由が分かったと効果を実感していました。マジですか？まさかのユンケルで最初戸惑いましたが送って正解でした。ゆうたくんありがとうといただきました。いやまずびっくりしたのがちゃんと僕が提案した通りに送ってくれたんですね。アレンジ加えなかった。すごいいい人だ。はい。プリンはねまた日本に遊びに来た時に美味しいところ連れて行ってあげてください。僕もね内心ユンケルとか調子乗って言ったけど、ユンケル大丈夫かなと思ったりもしてたんで、でもそれでもね送った友達が喜んでくれて何よりです。はい。またねなんか次送りたい時は僕に聞いてください。はい。僕が提案しますのでその通りに送ってくれればもう間違いないんで。はい。たくさん皆さんメッセージありがとうございました。それでは、続いての曲皆さんにご紹介したいと思います。NCT127 で Welcome to my playground。 ここで番組からのお知らせです。ニュースアプリスマートニュースのチャンネルプラスにあるインター FM チャンネルはもうチェックしてくれましたか？スマートニュースのチャンネルプラスとはスマートフォンタブレット向けニュース閲覧アプリスマートニュース内の専用チャンネルで日米で1000チャンネルを超える多彩なチャンネルがあり、お気に入りを登録することができます。このスマートニュースのインター FM チャンネルには NCT127 ゆうたのゆうたアットホームのスペシャルコンテンツがあります。番組で放送されなかったオフトークやインター FM チャンネルでしかチェックできないコンテンツを掲載していますので、ぜひ覗いてみてください。チャンネルの登録は簡単。スマートニュースのアプリをダウンロード、一番右のもっとのタブからインター FM を検索して追加を押してください。あとは NCT127 ゆうたのゆうたアットホームのスペシャルコンテンツをチェックするだけです。ぜひチャンネルを追加して毎週チェックしてみてください。以上お知らせでした。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、Yuta at home。 今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか？今回ね結構すごい盛りだくさんな内容だった気がしますね。トム・ホード、ラルク・アンシェルさん、そ
そして低カロリー高タンパクからめっちゃあってんで、ホームシックな話だったりね、こういろいろなこう話があって、僕もすごい話しながらね、いろいろ考えさせる回になったんじゃないかなと思います。まあね、低カロリー高タンパクのね、料理は僕が直接また作って皆さんにこう感想をね、ここでお話ししたいと思います。これからもね、皆さんこうやってこのラジオでいろいろな情報を共有していきましょう。皆さんの声を僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それではお別れの時間となりました。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も、僕のお部屋にぜひ遊びに来てください。それでは皆さん、バイバイ。This program was brought to you by Sumato News. Dope sound 君を笑わせて clowns 過去に置いてきた King's Crown カラカラに乾くシートンそれでも叫べを get loud Cause you're my only one